チャートパターンを丸暗記して使っていませんか？実はそれだと、FX で勝ち組に近いあなたの力を最大限に発揮できません。最大限に活かすには、なぜその形が作られるのかを理解することです。そこで今回は、FX で基本的なチャートパターンが作られる心理について解説をしていきます。この動画の内容を理解して実践できれば、FX での勝ちが近いあなたのトレード精度がさらに上がるでしょう。代表的なチャートパターンの心理を解説します。では早速、FX でよく見る代表的なチャートパターンの心理をいくつか解説していきます。ダブルボトムが作られる心理。ダブルボトムは主に下落トレンドからの転換時によく見られますよね。ですから、まずは下落トレンドが出ている状態と仮定しましょう。この状態からサポートラインなど反転しそうな場所にぶつかると、上の方から売っていて含み益になっている人たちが一旦利食いをしておくかと判断して決済をしてきます。売りの決済は反対売買の買い戻しになるので、これが上昇の要因になります。さらにこれに加えて逆張り買いを狙う人たちもいて、サポートに来たから一旦買ってみるかと判断して買いを入れてきます。つまり、売りの買い戻し、逆張り買い、この2つが入るので、一旦反発をするのです。しかし、大きな流れで見れば、まだ下落トレンドなので、売りたいと思う人たちの方が多く、上がってきたら再度売りが入って下落します。さらに、逆張り買いをした人たちも、まだ下落の流れだから、一旦利食いをしておくか、と判断して利食いをしてくるので、これも売り圧力になり、下落する要因になります。そして、貯金の安値まで来て、ここで安値を更新すると、そのまま下落トレンドが継続するのですが、安値を更新できずに反発しだすと、あれ、安値を更新しない。もしかしたら下落の流れが終わったといったように、売っている人たちと逆張りで買いを狙っている人たちは考え始めます。こうなると、売っている人たちは、ちょっとやばいかも、と考え出して利食いをします。さらに、逆張り買いを狙っている人たちは、そろそろ本格的に反転かなんて考え出して買いを入れてきます。これによって、さらに上昇していき、ダブルボトムが出来上がるのです。これがダブルボトムができる心理です。ちなみに、ダブルボトムを使って買いエントリーをするときは、ダブルボトムのネックで入るのは効果的、と言われていますよね。ついでなので、この理由についても、相場参加者の心理を解説しながらお伝えしていきます。まず、ダブルボトムを使って最速でエントリーをするには、ダブルボトムになると見越して、ダブルボトムの右側から入るのが最速のエントリーです。しかし、ここで入るとうまくいけば、そこで買いエントリーができるのですが、まだダブルボトムを作る途中なので、下落トレンドの最中とも言えます。よって、これが騙しになる形で、安値を更新することも多いです。そうなると、ダブルボトムを使って買うには、まずダブルボトムのネックをしっかり上へ抜ける必要があります。こうなることで、売っている人たちも、買いを狙っている人たちも、完全にダブルボトムができて、ネックも上へ抜けてきた、と認識することができます。これによって、売っている人たちは、トレンドが転換する可能性があるから、逃げる準備をしよう、と考え出して、買いを狙っている人たちは、買いでのエントリーを考え出します。それでもまだ、大きな流れは下なので、ここでは無理に売りの決済をしたり、新規の買いをしてくる人はそこまで多くありません。そのため、再度レートがネックまで下落します。そして今度は、ダブルボトムのネックがサポートとなって反発をし始めると、売っている人たちが、これはやばい、トレンドが転換した可能性が高い、本当に逃げないと利益がなくなる、と判断するので、利食いをする人の数が一気に増えます。さらに買いを狙っている人たちも、これは本格的にトレンドが転換する可能性が高いな、と判断して、一斉に買いでエントリーをしてきます。この2つの心理が働くことで、ダブルボトムのネックから反転上昇していき、トレンドが転換していくのです。このような理由から、ダブルボトムのネックでの買いが効果的と言われるのです。ちなみに、ダブルボトムのネックと同時に、戻り高値も一緒に上へ抜けると、トレンドが転換した可能性がさらに高くなるので、より勝率の高いトレードができます。以上は、ダブルボトムができる心理になります。ちなみに、
ダブルトットができる心理は、ダブルボトムができる心理の逆になります。三尊が作られる心理。では次に、三尊が作られる心理も解説していきます。例えば、三尊の場合も、トレンド転換時に使われることも多いので、その場面で考えていきましょう。まず、上昇トレンドの状態から、買っている人たちの利食いが入って、押し安値までレートが下がってきます。FX では、この押し安値を下へ抜けるまでは、上昇トレンドは継続とみなされます。そのため、この場面では、売りたい人よりも買いたい人の方が多いので、買いが入りやすいです。さらに、頂点付近から逆張りで売っている人たちも、一旦の利食いの目処になるので、利食いをしてきます。これによって、レートが反転上昇をします。ここから一気に上昇して、高値を更新していけばいいのですが、三尊の左肩の部分で止まってしまうことがあります。なぜなら、短期足で見ると下落トレンドになっているので、三尊の右肩ができるのを見越して、売ってくる人たちがいるからです。さらに、三尊の左肩で買っていた人たちもいます。そして、その人たちの中には、逆行された時に損切りができずに、放置してしまった人たちもいます。よって、三尊の右肩までレートが上がってきた時に、ああよかった。含み損が消えたから今逃げちゃおう、と判断して、買いポジションを決済してくる人たちも出てきます。そのため、三尊を見越した新規の売り、含み損だった買いの決済。この2つの売りによってレートが下落して、三尊が完成するのです。あとは、三尊のネックを下へ抜けることで、買って含み益になっている人たちと、トレンドの転換で売りを狙っている人たちが、本格的にトレンドが転換したかも、と判断してきます。その結果、買いの利食いが出て、新規の売りも入ってくるので、三尊のネックから下がっていくのです。しかも、三尊の場合、ネックを抜けた時点で、高値と安値が切り下がるので、下落トレンドになります。だから、三尊のネックでは、さらに売りが入りやすいので、トレードの勝率も高くなります。ちなみに、逆三尊の心理はこの逆になります。三角持ち合いが作られる心理。では次に、三角持ち合いが作られる心理も簡単に解説していきます。三角持ち合いの場合、高値の切り下がりと安値の切り上がりが起きていますよね。これは高値が切り下がることで売りたいと考える人たちと安値が切り上がることで買いたいと考える人たちが競い合っている状態です。しかし、どちらかに大きく抜ける動きが出ないと、様子見をしてくる相場参加者が多くなって、値動きが小さくなっていきます。これが三角持ち合いを作るのです。そして、仮に上抜けた場合、売りの損切りが一気に出るので、抜けた方向に勢いが出るのです。さらに三角持ち合いの中に、ディセンディングトライアングルやアセンディングトライアングルといったチャートパターンがありますよね。例えば、ディセンディングトライアングル側の心理を簡単に考えてみましょう。このチャートパターンの場合、高値が切り下がって、安値が同じ位置で反発を繰り返している状態ですよね。この状態は、安値がサポートラインになって、買っている人たちが多くいるのに、上昇する力が弱くて、高値が切り下がっている状態です。こうなると、何回もサポートされてるのに全然上昇しない。ということは、そろそろサポートを下へ抜けるかも、と考える人が多くなります。よって、売りが入りやすく、買いが入りにくくなり、サポートラインを下へ抜けると、その付近で買っていた人たちが一斉に損切りをしてくるので、大きく下がるのです。こうなれば、レートが一時的に戻ってきても、サポートラインだった場所が、今度はレジスタンスになるので、戻り売りが入りやすくなります。だから、その動きを狙って、戻り売りを狙うと、効果的なトレードができます。カットウィズハンドルが作られる心理。では最後に、少し特殊なカットウィズハンドルが作られる心理を解説していきます。これは、カップにハンドルがついている形、つまり、コーヒーカップのような形のチャートパターンです。実際のチャートだと、次のような感じです。これは一見特殊なように見えますが、大衆心理を考えていけば、普通のトレードとして活用できます。まず、下落トレンドの状態から、底値圏で揉み合っていますよね。底値圏で揉み合いが起きることで、多くの相場参加者が、これ以上下がりそうにないな、と考え始めます。
これによって、上の方から売って含み益が出ている人たちは、いい加減下がらないから利食いするか、と判断して、売りポジションの決済をしてきます。さらにこれに加えて、下がらなくなって下値が硬そうだから買ってみるか、と考えた逆張り買いを狙う人たちが買ってきます。これらの心理によって、売りの力が弱まって上昇していきます。その後の動きを見ると、次のようになりました。大陽線が出て、強く上昇してますよね。この時には、売りの決済や新規買いに加えて、ブレイクを狙って売っていた人たちの損切りも出ています。そしてその後、チャートはさらに上昇していき、大きく売りが入ってきた起点の戻り高値まで戻ってきました。ここでこのチャートパターンのカップの部分が完成します。次に、戻り高値まで来てから、レートが下がっていますよね。この時の大衆心理としては、まだ全体の流れは下落トレンドなので、売りたい人たちは、ここから戻り売りをしようと考えて売ってきます。さらに、下の方から逆張り買いをした人たちは、戻り高値でもう一回売りが入ってきそうだから、一旦ここで利食いをしようと判断して買いポジションを決済してきます。つまり、戻り高値からの新規売り、逆張り買いの人たちの利食いといった動きが出るので、ここから一旦下がります。これらに加えて実は、この戻り高値では、もう一つの心理が働きます。それは、戻り高値付近で買っていた人たちの決済です。この人たちというのは、買った後に逆行されて、損切りができなかった人たちです。買いポジションを持ったけど、急に大きく逆行されてしまい、切るに切れなくなってしまったのです。そうなるとすることは、ひたすら我慢して耐えることですよね。ひたすら我慢して耐えた結果、やっとレートが戻ってきたらすることは、助かった、神様ありがとう、なんて安堵な気持ちで、縦値決済か微損でポジションを解消してきます。ということは、この買いポジションの決済も売り圧力になるわけです。よって、戻り高値の箇所では、新規の戻り売り、逆張り買いの人たちの決済、損切りできなかった人たちの決済、といったように、3つの売りパワーが働くので下落していくのです。しかし、その後の動きを見てみると、下がったけど再度反発して、戻り高値を上へ抜けていってますよね。これはなぜかというと、まず、下値をはっきりと固めていますよね。この動きによって、多くの相場参加者が、下落の流れが終わった可能性が高い、と判断してきます。そして次に、下値を固めて上昇してきた過程を見ると、高値と安値を切り上げて上昇トレンドになっています。これによって、相場参加者の目線が買いに傾いたのです。そのため、戻り高値から下落しても、押し目買いが入って上昇しやすくなるのです。これでカップウィズハンドルのハンドル部分が作られて完成です。ちなみに、この時のトレード場所としては、戻り高値での戻り売り、ハンドル部分での押し目買いといった箇所になります。ただ、このチャートパターンはそこまで頻繁に出るものでもないので、私は特にトレードはしないです。トレードをするにしても、戻り高値をしっかり上へ抜けて、トレンドが転換した後の押し目買いを狙います。戻り高値で売るにしても、すでに下値が硬くなっているので、大きくは下げにくいです。だからといって、買いで狙うにしても、まだ下落トレンドではあるので、下がる可能性もそれなりにあります。実際のチャートを見ても、ハンドルを作った後の動きが少し揉み合っていて、迷った動きをしていますよね。それであれば、戻り高値を上へ抜けて、トレンドの転換が確定した後に押し目買いをした方が、より確実なトレードができます。以上が FX で見る代表的なチャートパターンの大衆心理の解説になります。しっかり順を追ってチャートを見ていけば、なぜその形ができるのかを理解できますよね。この作られる原理を理解してこそ、トレードに生きてきます。ですから、まずは大衆心理を考える癖をつけて、チャートを見ていくようにしましょう。これができるようになれば、すでに FX で勝ちに近いあなたのトレードが、さらに進化するはずです。もし、大衆心理についてより詳しく知りたい場合は、この動画を見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。チャートパターンをトレードに活かすには、ここまでは、チャートパターンが作られる心理についてお伝えしました。ただ、チャートが作られる心理が分かっても、
それをトレードに活かせないと意味がないですよね。そこでここからは、実際のチャートを使いながら、チャートパターンをトレードに活かす方法をお伝えしていきます。全体の流れに沿った状態で使う。チャートパターンをトレードに活かすには、全体の流れに沿った状態で使うのが一番効果的です。トレードにおいて勝率が高く、利益が伸びやすいのは、やはりトレンドに沿ったトレードになります。そのため、チャートパターンをトレードに活かす際も、トレンドに沿った状態の時が一番勝率が高くなります。例えば、ダブルトップを例にすると、このチャート画像の黄色丸で売りエントリーをする感じです。まず、全体の流れを見ると、下落トレンドになっていますよね。つまり、大衆心理的には、買いたい人よりも売りたい人の方が多く、下落しやすい流れになっています。しかし、下落トレンドで戻り売りをする場合、短期では上昇トレンドの状態でエントリーすることになるので、逆張り的なトレードになります。そのため、安易に戻り売りをすると、短期の上昇トレンドに巻き込まれて、売っても逆行されてしまい、すぐに損切りになることも多いです。仮にこの画像の黄色丸で売りエントリーをした場合に、売った場所が短期上昇トレンド中の押し目買いポイントになることがよくあります。このようなことを防いで勝率を高めるために、チャートパターンが活用できます。例えば、今回の場面であれば、下落トレンドの状態から反発してきて、短期上昇トレンドを作っていますよね。この時というのは、短期的には買いの力が強い状態です。よって、買いたい人の方が多く、一旦レートが下がっても、短期で買いを狙っている人たちが押し目買いをしてきます。そして、押し目買いをしてきた人たちは、そのまま上昇して、高値を更新していくことを期待しています。しかし、買った後に上昇の力が弱く、高値を更新してこないと、あれ、高値を更新しない、ということは下がってくるかも、なんて不安になります。さらにこれに加えて、下の方から逆張りで買っている人たちも、直近の高値を超えてこないと、あれ、高値を更新しない。全体の流れは下落トレンドだし、そろそろ潮時かなという感じで少しずつ利食いをしてきます。買いの決済は売りとなるので、この行動によって余計買いの力が弱まって徐々に下がっていきます。こうなると、押し目買いをした人たちは、ますます不安になって、この値動きを早く察知した人たちから、買いポジションを決済してきます。同様に、下の方から逆張りで買っている人たちも、逃げないと利益が減っちゃいそうだ、なんて考えて、買いポジションを決済してきます。これらの行動によってさらに下がっていくと、短期上昇トレンドで押し目買いをしていた人たちは、やばい、このまま放置すると損が大きくなる、と焦って損切りをしてきます。また、下の方から逆張りで買っていた人たちも、もういい加減逃げないとやばい、と判断して一斉に決済をしてきます。さらにこの動きに便乗して、売りを狙っていた人たちが、ついに売りで参戦してきます。こうなると、押し目買いをした人たちの決済、逆張りで買っていた人たちの決済、新規の売り、といった3つの売りパワーが働くので下落していくのです。このように、チャートパターンが作られる心理を理解した上で、全体の流れに沿った状態でチャートパターンを使ってトレードをしていくと、精度の高いトレードが可能になります。ちなみに、今回の場面だと、売りエントリーをするのは、ダブルトップができた場所でいいでしょう。三尊の時も同じようなイメージです。例えば、このチャートの黄色丸で売りエントリーをしていく感じです。まず、全体の流れが下落トレンドなので、買いたい人よりも売りたい人の方が多い状態です。この状態で三尊が出ることで、逆張りで買っていた人たちと、短期上昇トレンドで買っていた人たちの決済が出ます。また、新規の売りも入ってくるので、ここから下落をしていきます。この時の売る場所としては、三尊の右肩ができ始めた場所か、三尊が出来上がった後のネックでの戻り売りが効果的です。ちなみに、ダブルボトムや逆三尊の場合も、売りと買いの心理を逆にしただけで、原理は同じになります。チャートパターンで転属を狙う場合、チャートパターンは転属を狙う時に使える、なんて言われることが多いですよね。これは確かにその通りなのですが、もし、転属を狙ってチャートパターンを使うのであれば、大きい時間軸で使うようにしましょう。私個人の経験だと、最低でも
1時間足以上で使った方がいいです。なぜなら、小さい時間軸で転属を狙おうとすると、大きな時間軸の流れに飲み込まれて、負けやすくなるからです。例えば、このチャート画像は15分足なのですが、ダブルボトムができたので、水色丸で買いエントリーをしたとします。この後の動きを見ると、次のようになりました。ダブルボトムを作ってから順調に上がっていますよね。これを見て、このままどんどん上昇するかなんて思って放置していると、次のような動きになりました。上がっていくと思ったのもつかの間、急に下がっていきました。これは1時間足で見てみると、実は次のような流れになっていました。1時間足で見ると、下落トレンドですよね。このような感じで、小さい時間軸のチャートパターンだけで転属を狙おうとすると、負ける可能性が高くなります。そのため、チャートパターンを使って転属を狙うような場合は、最低でも1時間足以上で狙う方がまだ確率は高いです。FX では時間軸が大きくなるほど、相場参加者の数が多くなっていきます。その状態で、はっきりとわかるチャートパターンが出た方が、それだけ多くの相場参加者に認識されるので、効き目も強くなります。このような理由からも、チャートパターンを使って転属を狙いに行く場合は、大きい時間軸で狙う方がいいです。個人的には、1時間足から4時間足ぐらいが一番使いやすいです。ダブルトップの右側が低すぎる場合は注意が必要。全体の流れが下落トレンドの時に、ダブルトップを利用したトレードは効果的ですが、ダブルトップの右側が低すぎる場合は注意が必要です。これはどんな形かというと、次のような感じです。こんな感じで、ダブルトップの右側があまりにも小さい状態だと、ここから押し目買いが入って、逆にダブルボトムになることもあるからです。こうなると、今度は売りではなく、買いが入りやすくなって、一気に高値を更新しやすいので、ダブルトップの右側があまりにも低い場合は、エントリーを避けるようにしましょう。なるべくはっきりした形が出た方が、相場参加者の多くが、ダブルトップができた、と認識できるので、下がりやすくなります。だから、トレードをするときはとにかく、なるべくはっきりした形を意識しましょう。ダブルボトムの場合は、これの逆になります。チャートパターンに惑わされることもある。チャートパターンはトレードをする上で有効ですが、ちょっと見方を変えるだけで頻繁に出現してきます。そのため、惑わされることが結構出てきます。例えば、このチャートは5分足なのですが、ダブルトップができていますよね。これを15分足で見ると、また別のダブルトップが出てきます。FX のチャートというのはフラクタル構造なので、時間足を変えただけで同じチャートパターンが頻繁に出てきます。特にダブルトップなんかはそれにあたります。このような状態になると、どっちを優先すればいいのなんて迷ってしまうかもしれません。そのような時は、自分がエントリーをする時間軸に合わせれば OK です。例えば、あなたのトレードスタイルが、トレンド確認は1時間足、エントリーは5分足、といったスタイルだったとしましょう。この時に、ダブルトップをエントリーに使うのであれば、5分足でのダブルトップを優先すれば OK です。もし、15分足でエントリーをするなら、15分足のダブルトップを優先してトレードに使えば大丈夫です。ここは自分のエントリーする時間軸に合わせれば、迷うことなくトレードができるはずです。まとめ。チャートパターンは、相場参加者の心理を考えながら使うと、より精度の高いトレードができるようになります。この方法を使うことで、あなたの中に眠っている高い潜在能力が引き出されて、FX での勝ちにさらに近づけるはずです。ここまでしっかり動画を見てくれたあなたなら、FX での勝ちに限りなく近い位置にいます。ここからさらに一歩踏み込んで、チャートを読めるようになれば、一気に勝ち組の領域に入れるはずです。ぜひ今回の内容を活かして、より実践的なトレードを身につけていただければと思います。最後に勝ち残るのはあなたです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。